こんにちは。野菜の日チャンネルです。今回はシンプルな食べきりサイズの丸パンを作ります。焼きたてを食べきれる量で作っていますので、ぜひ気軽に作ってみてください。準備する材料はこちらです。では生地を作ります。まず容器に強力粉、イースト、砂糖、塩を入れて軽く混ぜておきます。次に42、3度に温めたぬるま湯を加えます。お風呂の温度くらいが目安です。ぬるま湯を加えたら混ぜ込むようにして粉に水分が入るようにします。生地をサクサクと切るようにしてまんべんなく混ぜ込んでください。向きを変えながら混ぜ込むとムラなく混ざっていきます。最後は生地を容器の中心に寄せます。こうすると発酵後の目安が分かりやすくなります。生地を2倍の大きさになるまで一次発酵させます。今回はオーブンを2分くらい予熱して庫内をしっかり温めてから発酵40から45度で30分から40分を目安にします。時間になったら2倍の大きさになっていることとこのように生地に気泡が空いていることを確認してください。生地が十分に発酵したら生地を何度か折りたたむようにガス抜きをします。その後生地を4等分に切り分けます。切り分けた生地を張らせるように丸めます。シワのない部分をゆっくり伸ばすようにすると滑らかな生地が出てきます。このまま5分レンジタイムを取ります。休ませた生地が少し柔らかくなったらもう一度丸め直して円盤に並べます。この時に中に空気が入っていたらしっかり出すようにしてください。二次発酵が終わると2倍に膨らむので並べるときは生地の間隔を空けて並べてください。ふんわりと乾いた布をかけて二次発酵させます。二次発酵もオーブンの発酵40から45度に設定して30分から40分を目安にします。生地が2倍以上に膨らんだら発酵完了です。ナイフで表面に切り込みを入れます。
切り込みを入れることで丸い形を保ってきれいに焼き上がります。今回はこんがりとした焼き色をつけたいので、200度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。きれいな焼き色がついて美味しそうに焼き上がりました。オーブンの温度を変えると焼き色や柔らかさをお好みに変えることができます。まずは焼きたてにバターをつけていただきます。さらにメープルシロップをたっぷりかけると最高に美味しいです。この生地はとてもシンプルで、どんな料理にも合わせやすいパンです。ぜひ気軽に作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは自宅で気軽に作れる美味しいパンや料理の作り方をご紹介しています。チャンネル登録して次回の動画もぜひご覧ください。